桜の花も散り、この北国にも春が本格的にやってきました。皆さんこんにちは、ナミです。今回は春がぎゅーっと詰まった春のお花で染める草木染めをご紹介します。そういうチューリップを使います。ここをね、取ってちょっとこれ加えてみたいと思います。クエン酸を加えます。小さじ1ぐらいかな。入れる。水を加えます。色になってます。今5分ぐらいここでこのままにしてました。はい、ここには湿らした毛糸があります。25g ずつに分けました。そうめんです。今回も瓶に入れて染めていこうと思います。これね、スパゲティのソースが入っててちゃんと洗ったんだけどまだスパゲティの匂いがします。でもいいよね、そのままね、大丈夫。椿と木蓮が入ってるんですけど、ちょっとね2日ぐらい経っちゃったんですけどね、こんな色がすごいなんか酸化してね、だいぶ色がなんか茶色っぽくなってしまいましたが、どんな風に染まるのかちょっと実験的にやってみたいと思います。はい、これがミオバンです。1つ 25g で束ねているので、それの 6% で、それでだいたいこれ 2g ぐらいあるんですが、はい、じゃあお湯を加えて溶かしていきます。はい、じゃあこれがミオバン。そしてちょっとこれ入れてみようか、どうなるか。色変わるんだよね。ちょっとオレンジっぽくなったかなっていう感じですかね。まあ試しにね染めてみましょう。加えちゃおうね。こうやっておにぎりみたいに中に入れました。そしてここに入れて上からこう入れて、このまま全部入れちゃおうかな。もう実験だからね、何が起きるかわからないよ。はい、はい、ちょっとこう押して空気抜いて、本当はね、でもここね
染めてみたいと思います。だいぶね、ほら見て、ちょっと茶色っぽいよね。ピンクからはちょっと想像できない色だね。ちょっとこれ加えてみたいと思います。はい、これはお庭のチューリップ花びらを乾かしておきました。クエン酸を入れます。みょうばん、水を加えて、花を上から加えます。綺麗だね。冷凍庫にずっと入ってるやつ、これ使おうと思います。やっぱりね、熱いお湯じゃなかったのでね、ちょっとダマダマが残りますね。じゃあこれを加えます。質問の方が来てまして、クエン酸を入れたらやっぱり酸性になるわけですよね、染液の方が。それで傷みませんかって、毛糸が傷みませんかっていう質問だったんですが、私が今までやったクエン酸を入れて試した染色では、まあ普通に編めて、今も使用して、洗濯もしてて大丈夫なんですけれども、後でチューリップの黄色いチューリップをここに足したいと思います。次はですね、これパンジーはね、この色にはね、この美しい紫には実は染まらないんじゃないかなと思うんですが、やってみましょう。ちょっと紫かかった染液になってます。はい、こちらは前回染めた、これは黒豆と、これはなでしこ、これがね、これを冷蔵庫で保存していたので、ちょっとこの残りの染液でもう一度染めてみたいと思います。まあ、色はね薄くなると思うけど、でもちょっとどんな風に染まるか。色素はねちょっと残ってるみたいですね。これはなでしこのお花と、あと桜の紅葉した葉っぱが入ってます。こんな感じで。これで様子を見たいと思います。最後にこれです。これ実は1年前に、椿で花びら染めをした時の残りなんですよね。ずっと忘れてました。それでこれがあれ、こんなのがあると思って、ちょっとこれね1年こうかな、じゃあすごくないですか。これ1年前ですよ。まだそのままずっと残ってる。みょうばん溶かしたものを入れます。 10g 毛糸ちょっと入れて、変な匂いもしないね。毛糸が
どこにあるかわからないぐらい椿の花びらがすごいことになってます。この2つにはクエン酸を入れていません。どういうふうに変化するのかちょっとこれ見てみたいと思います。チューリップも足しました。ここね。急にね、あったかくなってきたので、このお日様の熱で染めたいと思います。ずっと雨が降ってるので、私の染め物はお家の中で過ごしてます。もうすぐつけ始めて1週間なんですけど、色に変化が出てきました。蛍光黄色みたいにすごい黄色が強かったのが、ちょっと深みのある色に変わってきました。これはね、もう結構ね、濃い藍色みたいな、これは相変わらず茶色というかオレンジというか、これもね、ほら色が変わってきてるんですよ。ちょっとずつ色に深みが出てきてる気がします。染液に透明感があるので、だいたい色素はもう全部毛糸の方に移ったかなっていう感じが。急にね、暑くなってきました。だいたい2週間ぐらいつけてたので、取り出して洗ってみようと思います。次はコンディショナーを入れてすすぎ洗いをします。このバスルームはかけるところがありません。それでは結果発表いってみたいと思います。はい、こちらがピンクの椿と、あとちょっと紫がかってる木蓮の花びらで染めました。なんかすごくね、優しいオレンジのような、黄色とオレンジの間ぐらいのすごく優しい色に染まりました。ね、ピンクの花びらだったのにね、こんな黄色系の色が出ました。そして今回とっても可愛いクリーム色に染まっているのが、これがチューリップです。チューリップ、オレンジ系のチューリップで染めました。さっきのね、ピンクの椿と木蓮で染めた方は若干オレンジっぽい感じですかね。で、こっちのこのクリームの美味しそうな可愛い黄色は
チューリップ、オレンジ系のチューリップで染まりました。色の違いはこんな感じ。すごい春っぽい色ですよね。綺麗。前回、オパールゲートを重ね染めしたんですけど、その時の残った染液で染めてます。なので2回目ですね。こっちが黒豆。こんな青に染まってます。はい、そしてこちらです。こちらはなでしこと、あとは桜の紅葉した葉っぱを使ってます。こういうね、ちょっとここはね、黄色みがかってるのが分かりますか？このね、黄色みがかってるところは多分、桜の紅葉した葉っぱがくっついてるところだったんじゃないかなと思います。すごいね、これ2回目でも十分色が染まってます。そしてこれはですね、1年前の、花染めをした時、椿の花染めをした時の染液で染めました。1年前ですよ。その染液が残ってたっていうのもすごいけど、ちゃんと色がね、こうやってつくんですよね。1年前に染めた花染めの椿染めはこんな感じの色です。はい、そして1年後に毛糸を染めてみたらこんな色になりました。やっぱりね、色のトーンとしてはもちろん、同じというかそっくりというかね、若干ね毛糸の方が濃く染まってます。すごい、これもうちょっといっぱい染めればよかったかなっていう感じ。すごく可愛いピンクに染まってます。そして今回とってもびっくりしたのがこの2つ、すごい鮮やかな色に染まってます。こっちはパンジーで染めました。パンジー、紫色のパンジー、紫色のパンジーなのにすっごい緑。そしてこれもびっくりな黄色。これちょっと比較してみると、こっちがチューリップ、ほらこんなに色違う。この鮮やかな黄色は水仙なんじゃないかなと思います。いやー、驚きましたね。これ、この2つはほんとびっくり。この4つはクエン酸を入れて染めました。そしてこの3つはクエン酸を入れないでそのまま染めています。ちょっと匂いがついたりするので、それが気になってクエン酸をよく入れるんですが、クエン酸を入れないでやってみようと思って、この2つはあえて入れないで染めてみたんですが、こんなすっごい鮮やかな色に染まってびっくりしています。気になっていた匂いも初めね、ちょっと洗った時ちょっと草っぽい匂いがするかなと思ったけど、実際乾いてみたらもう全然そんな匂い気にならないです。だからね、クエン酸入れなくても大丈夫かも。ただ暑い時はね、暑い真夏とかはね、ちょっと入れた方がいいかもしれない。やっぱり全然匂いがね違ってくるんで。こんなに染まるんだったら染め粉もいらないしね、染料も買わなくていいし、庭に咲いてるお花とか、あとは買ってきたお花でもね、終わっちゃったお花とかでこうやっていろいろね染め比べできますよね。まあ楽しかった。
ちらのチャンネルは私の好きな自然をベースに身の回りのものを再利用して染めたり作ったりするチャンネルです。質問やコメントなどお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。